もし一度挨拶した程度の男があなたの SNS を隅々まで覗き見していたら、2023年5月3日、北海道釧路市、ある女性がニュースを見ていると市内での殺人事件が報じられました。逮捕された男の名は藤山浩二。犯行内容は女性をストーカーした後、自宅へ侵入し殺害したというものでした。怖いな。すぐ近所の事件じゃない。そう思いながらもどこか一言だった女性は何気なく手元のスマホ画面に目を落とします。すると彼女の SNS には見知らぬ男から大量のコメントが。俺も釧路在住です。ぜひご飯行きましょう。男は出会い目的で SNS を巡回しており、他の女性にもコメントを多数送っている様子。女性は男をブロックしようとしますが、その瞬間あることに気づきテレビへ視線を戻しました。テレビが報じている殺人犯の名前は藤山浩二。そしてメッセージを送ってきていた男も藤山浩二だったのです。女性との出会いに執着し、最後には殺人を犯してしまった男。他人の迷惑を顧みないその男が起こした事件とは。被害者を蔑む発言を続けた彼にとって相手の方が悪かったんです。おさすけんちゃんです。いやー、宮みこんだ。というわけでね、ヤミゴさんね、今回ね、北海道の釧路にまつわる事件をね、ご紹介するんですけど、釧路といえば、お魚天国。僕のね、祖父母の家です。もう懐かしいんですよ、釧路と聞くとね。畑があったの。うちのおばあちゃん自分で畑持ってて、スイカとか。素敵。あとは、忘れもしない。ボットン便所。組み出し便所。恐ろしいのがよ。中に落ちそうになるの、子供だから。あー、わかるわかる。そう怖い怖いじゃん。あんたの垂れ流したものをおばあちゃんがちゃんと肥料に変えてくれてるわけでしょ。おばあちゃんのあれだろ、それ。というわけでね、そんなね、北海道釧路にまつわるね、ストーカー事件をご紹介します。犯人は SNS を巡回して、釧路市内に住む女性に必要にコメントをして出会おうとしていたね、めちゃくちゃ気持ち悪い男なんですけど、それが結果的に殺人にまで繋がってしまったんです。市内に住んでるってだけで、何の面識もない女性に SNS コメントしまくってたわけでしょ、そんな返信返ってくんの？期待してんのも気持ち悪いし、正直。あと、この男が起こした事件の内容っていうのも、本当に異常なものなんです。この事件はゴールデンウィーク真っ只中に起きたもので、女性は久しぶりのね、休みっていうのを羽を伸ばして楽しんでいたんです。そして彼女が帰宅した瞬間から恐怖の時間が幕を開けるんです。狂気の執着。2023年5月3日、北海道釧路市。ただいま。夜9時頃、外出先から帰宅したのは市内で小学校の教師を務めている山崎穂波さん。新しい学級を受け持つようになって約1ヶ月、彼女は久しぶりの連休を堪能していました。山崎さんはそのままお風呂に入ろうと寝室へ着替えを取りに向かいます。そしてそれは彼女がクローゼットを開けようとした時のこと。小さく悲鳴を上げ、思わず後ずさりした山崎さん。彼女の目の前のクローゼットには昨日絶縁したはずの元彼が潜んでいたのです。その異常行動からもわかるように、そもそもその男は絶対付き合ってはいけなかった人物。山崎さんがその過去を少しでも知っていれば、最初から彼を選ぶことはなかったはずなのです。山崎さんの家に無断で侵入していた元彼の名は藤山浩二。二人の出会いは2021年11月に開かれた婚活イベントでした。当時介護士をしていた藤山は優しく言葉遣いも丁寧。山崎さんもその人柄に好感を覚え、二人は交際に発展したのです。藤山は同僚の話でも介護施設の利用者から好かれていたといい、一見して問題はなさそうに見えます。しかし結論から言って優しくて丁寧な藤山のその様子は表向きの姿に過ぎませんでした。藤山が山崎さんと交際を始める少し前、釧路に住む女性たちはある SNS アカウントから寄せられるコメントに眉を潜めていました。俺も釧路市内在住です。時間あったらお話ししませんか？性欲強いんですね。ぜひ僕とも仲良くしてください。アカウント名はふっくん。釧路市内に住む女性に対し手当たり次第に出会い目的のコメントを残しているその男の正体は、そう藤山でした。全く面識のない女性にコメントすることもあれば、知り合った中で気になる女性がいればその女性の SNSを特定してコメントすることも。藤山は女性のことを徹底的に調べ上げているにもかかわらず、いつも偶然を装ってコメントするのです。ゆきなさん発見。僕のことわかりますか？当然大半の女性は藤山のコメントを無視するのですが、彼は反応が得られるまで何度もコメントを繰り返すため、悪い噂が広まっていたといいます。これいろんな女性にちょっかい出し続けて最終的に付き合えたのが山崎さんだったってことよね。この本性知っちゃったらさ、たとえ付き合う前の行動だとしてもめちゃくちゃドン引
撃するでしょう。山崎さんがね、藤山の SNS 上の行動をしていたかは定かではないんですが、彼女は割と早い段階で別れるべきか悩んでいたんです。それはね、この SNS 上のヤバい行動よりもさらにヤバい行動をしているっていうことを知ってしまったからなんです。山崎さんと交際する以前、複数の女性に SNS でちょっかいを出し続けていた藤山。しかし彼の過去をさらに振り返ってみると、その行動もまだ序の口と言えるくらいなのです。実は藤山は山崎さんと交際する7年前に強盗と強姦の容疑で逮捕されていました。2014年8月、藤山は知人の女性に睡眠薬入りの栄養ドリンクを飲ませ、抵抗できない状態にしてホテルへ連れ込み強姦。さらに女性が気を失っている間に財布から3万円を盗んだといいます。取り調べにおいて藤山は同様の手口の余罪を匂わす発言もしたといいますが、当時は追及されず、どのような判決が下されたのか定かではありませんが、その後も彼が更生することはありませんでした。他にも藤山は職場で女性トラブルを起こすことがたびたび、少なくとも3つの勤務先を同僚へのストーカーで解雇されているのです。そして山崎さんも藤山との交際を開始してすぐに風の噂で彼に犯罪歴があることを知ったといいます。そのため彼女はこのまま関係を続けていくか悩んでいたのです。付き合った後でストーカーと強姦の犯罪歴が分かるってさ、別れを切り出すにも切り出しにくいわよね。何されるか分かったもんじゃないわよね。だからこそ山崎さんもなかなか別れを切り出せなかったんです。ただ交際をね続けるうち、彼女にも実害がね及んできてね、別れざるを得なくなってしまったんです。ひび割れた関係。藤山に犯罪歴があるという噂を知って以来、彼と関係を続けるべきか否か悩むようになった山崎さん。そして交際開始から1年が経とうという2022年の秋、彼女に別れを決断させる出来事が起こるのです。どういうこと？目を丸くする山崎さんの視線の先にはクレジットカードの利用明細が、そこには山崎さんの身に覚えのないスマホゲームへの課金の履歴が並んでいました。その額約20万円。原因は彼氏の藤山によるクレジットカードの不正利用。藤山は山崎さんのカバンから勝手にクレジットカードを取り出し、番号やセキュリティコードを盗み見して自分のもののように使い込んでいたのです。うわ、クズ男の彼氏がさ、自分のクレカ使い込んでみたいなのはなんか聞く話ね。しかも彼氏が不正利用してたって、不正請求っていうクレカの会社の判定を受けにくかったり、警察に対する被害届ってのも受理されづらかったりするんです。というわけで本日のメトラキーワード、クレジットカードの不正利用について。日本クレジット協会によると、2024年のクレジットカードの不正利用額は約555億円。そのうちの 92.5% が番号盗用による被害とされています。通常であれば被害者はカード会社からの保証によってダメージを抑えられますが、不正利用の加害者が身内である場合、一筋縄ではいかないケースも。家族や同性相手などカードに手が届く関係性にある相手に不正利用された場合、適切に管理できていなかった本人に問題があるとされ、保証が下りないことが多いのです。また身内の場合は保証を受け取るために口裏を合わせている可能性も考慮する必要があり、簡単には審査が下りないとされています。またクレジットカードの不正利用は窃盗罪となり、通常は10年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されますが、家族や同性相手の場合は被害届が受理されにくいとも。この場合被害者は民事訴訟で加害者に支払いを請求することになります。山崎さんと藤山は同棲はしていなかったため、警察に被害届を出せば受理される可能性が高い状態でした。しかし事を荒立てたくなかった山崎さんは、不正利用については被害届は出さずに藤山と彼の母親を交えた3人で話し合いをすることに。結果藤山が月々2万7000円ずつ山崎さんに返済することで合意。そしてこの出来事をきっかけに山崎さんは藤山との交際を解消したのです。警察に突き出さないだけでもかなりの温情じゃない。それなのに藤山は山崎さんのことなんか恨み始めるわけでしょ。そうなんですよ。藤山はね、いろんな女性に SNS 上で必要な書き込みをしてね、そんな中でね、山崎さんとなんとか付き合えたわけなんで、もう山崎さんを手放せない、そういう執着に繋がってしまったんです。神出鬼没。山崎さんとの話し合いの席では素直に関係解消に応じた藤山。しかしそれから数ヶ月が経ち、2023年3月頃になると、彼は LINE や電話などで山崎さんにたびたび復縁を迫るように。山崎さんは不正利用分の返済の関係から仕方なく藤山と連絡を取っていましたが、彼のその振る舞いにうんざりし、藤山の母親へこんなメッセージを送りました。もう完全に関係を断ちたいので、お母さんからの返済をお願いできませんか。しかし彼女が送ったそのメッセージは完全に
全に逆効果だったのです。2023年4月のある日、山崎さんは仕事終わり、同僚と2人でコンビニへ訪れました。するとその店の前でなんと藤山が待ち構えていたのです。彼は山崎さんに向かって深々と頭を下げ、こう言いました。今までお世話になりました。突然の出来事に困惑する山崎さん。さらに次の瞬間、顔を上げた藤山はこう言い放ったのです。お前なんて一生嫁に行けねえよ。山崎さんはこの一件をすぐに藤山の母親に連絡。帰宅後、藤山は山崎さんとは偶然会ったと弁明しますが、母親はそうではないと分かっていました。最近の工事は明らかにおかしい。これ以上山崎さんに迷惑はかけられないわ。藤山はこのところ山崎さんのことを頻繁に母親に相談しており、次のように話していたとも。山崎さんのことが頭を離れなくて、彼女の家の前に車がないと不安になるんだ。その発言からも藤山が山崎さんの家の周辺をうろつき付け回していたことは明らか。また実は彼は山崎さんとの関係解消以来、別の女性2人へのストーカー行為で警察の警告を受けていました。要するに藤山は完全に情緒不安定な状態。このままでは何をしでかすかわからないと恐怖を覚えた母親は2023年5月2日、藤山が仕事で不在の間に山崎さんからの残りの借金を全て支払ったのです。山崎さんのことが頭から離れらんないとか言っといて別の女性2人のことをストーカーしてるわけでしょ、こいつら感情がわかんない。ちょっと感じるのは、山崎さんがどうこうっていうよりは、恋人がいないっていう状態に恐れを感じちゃってんじゃないかなっていうのが率直な感想です。藤山の借金を返済した母親は同時に山崎さんから1枚の念書を受け取りました。今後一切山崎穂波には関わらない。それは山崎さんとしては身を守るために用意した念書だったのでしょう。しかし母親から念書を見せられた藤山は当然のごとく逆上。念書を破り捨てて暴れ出し、交差点で家を飛び出していったのです。他の男に取られるくらいなら殺してやる。母親は慌てて山崎さんに電話をかけ、息子が飛び出していったので家が危ないかもしれないと伝えました。この時山崎さんは藤山の母親の声が震えていることに気づき、こう言ったと言います。私の気持ちが分かったでしょう。私も怖くて震えてるんです。そうは言いながらね、さすがに自分の家に元彼が潜んでるなんて普通は思わないじゃないですか。山崎さんは不安に思いながらも家に帰ってしまったんです。2023年5月3日の夜9時、山崎さんの自宅クローゼットに潜んでいた藤山は部屋に明かりが灯されたことに気づいた。帰ってきたな。クローゼットの扉の隙間から覗く視線の先には荷物を下ろす山崎さんの姿が。彼女は向きを変え何も知らないままクローゼットへと近づいてくる。そして山崎さんがクローゼットの目の前に来たタイミングで勢いよくその扉を開いた藤山。山崎さんは恐怖に顔を引きつらせながら後ずさりし、その場で腰を抜かしてしまう。藤山は彼女を壁際まで追い詰めると、憎しみをあらわに拳を握り顔面めがけて叩きつけた。山崎さんの鼻をへし折り、頬がえぐれるほど藤山は繰り返しその顔を殴りつけた。そして彼女が力なく崩れ落ちると包丁を取り出した藤山は、事件当日、藤山は4回にわたって山崎さんの自宅周辺をうろつき、彼女の留守を確認。刃渡り 14.4 センチと 16.5 センチ、それぞれ2本の包丁を購入し、交際中に無断で複製していた合鍵を使用して家の中へ侵入しました。山崎さんは胸や首などを10カ所以上も刺されて失血し、一部の傷は骨まで達していたともされています。また刃物による刺し傷以外にも顔面への執拗な暴行の形跡が見られ、遺体は見るも無残な状態となっていたのです。そして藤山が包丁を2本用意していたのは、その場で自分も死のうと考えていたため、彼は実際に自分の首に包丁を押し当てましたが、結局は痛みに耐えかねて断念。最後は人を刺したと自ら警察へ通報したのです。もう山崎さんはすごく怖かったでしょうし、痛かったでしょうね。でもそもそもがクレジットの不正利用をしてね、別れるきっかけを作ったり、悪いのは完全に藤山の方なのにね。そうなんですよ。藤山に擁護できる要素っていうのは一個もないんですよ。そして彼は裁判でも身勝手であり続けたんです。5月3日、事件から約7ヶ月後の2023年12月、藤山の裁判が改定しました。藤山は殺人の事実こそ素直に認めたものの、問題だったのはその後の発言。事件の日は5月3日だったので、ゴミの日であの女にはぴったりだと思いました。
殺す以外に選択肢はありませんでした。殺した後はやりきった感と達成感がありました。そうやって藤山はまるで自分を振った山崎さん側に非があるとでも言うかのような言葉を並べました。勾留期間中、彼は自分の母親にも手紙を送っていたと言いますが、母親は次のように語っています。自分のことばかりが書かれていて反省が感じられず失望しました。今後は関わりたくありません。2023年12月15日、藤山に下された判決は懲役21年、検察は懲役20年を求刑しており、それを超える判決が出されたのは異例中の異例。母親さえも関わりたくないと話したその男の犯行には、やはり誰から見ても情状酌量の余地は一切なく、反省のない態度も合わせてその判決が下されたのです。今後一切山崎穂波には関わらないという念書を藤山の母に渡した際、山崎さんはこうも話していたといいます。でもどうしても困ったことがあった時は連絡していただいて大丈夫ですから。交際期間中も別れた後も多大に迷惑を被り、藤山から一刻も早く離れたいと考えていた山崎さん。一方で彼女は異常行動を繰り返すその男に恐怖を抱きながらも、彼の一番近くにいる藤山の母親を案じ、思いやりの言葉をかけられるような女性でした。世の中には藤山のようにそうした人の善意が全く通じない人間が少なからず存在します。あなたには今回の事件のように恩情をあだで返された経験はありませんか？おっさっすというわけでね、みほさんね。はい。ちょっとみんなにね、募集したいことがあってね、はいはいお時間いただくんですけど、恵比寿にシュメルというね、シーシャバーをね、7月にね、オープンしましてね、いろんな視聴者さんとかね、いろんな視聴者さんじゃないお客様も含めてご来店いただいたんですけど、ドリンクとかね、スイーツを強化したいなっていうことで、あら素敵。ドリンクに関してはバーテンダーの方、うんそしてスイーツに関してはパティシエの方っていうのをね、ぜひね、視聴者さんからね、応募できればなっていうところでね、今回ね、お声掛けさせていただきました。まあ、このね、シーシャバーシュメルっていうのはアンティークの内装をね、元にジャズの音楽を聴きながらシーシャを吸えるっていうね、古城で紡ぐ時の旅っていうのがコンセプトのシーシャバーなんですけど、そこに合うようなね、スイーツだったりとか、ドリンクっていうのをね、一緒にね、僕と考えられるような方がね、いればね、ぜひね、お力をね、貸していただきたいなと思います。もちろんね、ボランティアとかじゃなくてね、ちゃんと仕事としてね、ご依頼したいので、普段そういったことをしている人とか、そういった活動はしないけど、普段パティシエだよとか、バーテンだよみたいな方でね、ドリンクぜひ協力したいよっていう方いらっしゃいましたらね、概要欄もしくは固定コメントのね、募集のところからね、ぜひね、応募いただければと思います。